はようございます。おはようございます。飲み物飲んでいいですか？どうぞ。ねえねえ、ゆりこちゃんあるよ、エスプレッソ。素晴らしい。これ素晴らしいですよ。これで作ってあげるね。ありがとう。作れる？これが終わるといける。いけた。お前らどんだけコーヒーで時間かけとんねん。すいません。早打ち合わせじこの番組は日本人であることをたまに忘れちゃうゆうちゃんと下ネタ大好きロシア人アルちゃん、エスプレッソに目がないイタリア人ゆりちゃんが日本で楽しく暮らす法則を見つけるまでそっと見届けます。台風の時どうしてました？家にいて、アポスはね逃げる準備してたんですよ。でも一番怖かったのはね窓だったね。で窓はね本当パタパタパタ。窓怖かった。割れちゃうんじゃないかなって思って、まずはテープ貼って、できればもう近くにいないようにずっとチキンのところにいて。実は3人がやってきた日はちょうど2日前に巨大台風が関東を直撃したばかり。日本は台風、地震、津波などが起こりやすい災害大国。外国人は災害にあったらどう対処しているのかな？自転車のパーキングの天井がちっちゃい天井があるんだけど、あ、自転車置きの屋根ってこと？飛んだ。全部。でなんかさ、今ね、ワンちゃんいるんだけど1匹。その日に限ってワンちゃんを預かってたの。だからお友達のワンちゃんも預かってて、家に2匹いるわけよ。一人でこれ何かあった時どうしようと思って、すっごいポリポリしてポリポリしてた。そう、だって一人でこうやってさ、いろんなもの持ってさ、犬2匹連れて逃げられへんと思って、近くに学校を探して学校行けばいいじゃんと思ったんだけど、この台風の時は学校は避難所じゃなかったですよね。あ、それは地震の時だけか。地震はやっぱり建物がどれだけ強いかっていうのでこう揺れをどれだけこう、なるほどね。吸収できるかみたいなんでやっぱなんか水ってなるとやっぱどれだけ高いかとか。あ、そういうことか。だから違うんだ。その今回の台風の中で、急に地震も来たんですよ。それが一番びっくりした。それが本当怖くて。確かになんか地震来た時はもうさやりみたいな感じだったもん。もう地震も来たらもうほんまにいい加減にせよと思ったもん。ね、ロシアはね地震が本当に聞いたことなくて、多分あったら1か2でも地震あったらもう建物多分全部終わり、もう全然適してないから地震とかに。竜巻はある。なんか裏岩って言ってなんかすごいこういうなんかもう本当に1メーターぐらいのでっかい木の根っこまで怖い。やばいやばいやばい。届るぐらいの強いやつとかはある。そういう時ってどうすんの？なんか準備地とか下とかだよね。なんかロシアではやっぱ冬になるとなんか缶詰とかそういうのを冬を越すためにこう地下にこう保存食を保存するっていうのがあって、そこに逃げるとかしかないね。そのなんか竜巻系になると地下なんだよね。イタリアはねそんなもんは全然ないんですね。ないんだ。イタリアでも地震は？地震はねこの前来てて3度ぐらいだったんだけど、もう一瞬で全部ずれたんですよ。日本にいて災害やったらどこに行くとか分かってます？でもなんだろう台風とか来るとやっぱその何日か前に分かるやん、台風来てますみたいな。その時になんかその前の日になんか台風来た時にどこって調べられるけど、地震はなんか学校のイメージだねマジで。3人が住んでいる東京はマグニチュード7クラスの首都直下型地震が今後30年以内に起こると言われている地域。もしもの時の備えは絶対必要。家にいる時には会うとは限らないですからね。まあそうだよね。まあもうそんな言われないで。もうそれはなんか一番怖いのが、一番考えるのはもう地下鉄いる時にどうしよう起きたらどうしようってたまにこうヒヤッとする時あんだよね。
こう地下で起きた時の、しかもさ、なんか例えば津波来ますとかなった時にさ、地下で津波上から来たらやばくない？エレベーターは高もっとやだ。層ビルやで、めちゃくちゃ高いところやで、40階とか。いやもうそうだから私はねスカイツリーに乗ったことない。もうなんか揺れがそれのせいで私はね一番怖いのスカイツリーに乗ったら急に地震が来てどうしようって無理死んじゃう。もう起きる時にもう死んでる意識がうわってじゃあどうしたらいいかちょっとじゃあ学びに行きましょうか。ぜひイエイ。この後は日本で震度7の地震にあった時どうやって生き延びるのかを体を張って学びます。もうこれ無理だわ。はい、それではそのエリア東京にやってまいりました。ここは災害に見舞われた時の知識をいっぱい溜め込んでいけるところでございます。災害が起きた時にどういうことをするべきか、どういうことが正しいのか正しくないのかっていうのを学んでいけると思います。学ぼうぜ。なのでそちらに向かっていきましょう。レッツゴー。あれ今日あれちゃんなんか大丈夫？大丈夫？何があったの？やってきたのは東京臨海広域防災公園にあるソナエリア東京。ここは巨大地震が起きると内閣府が緊急対策本部を置く司令機能を持つ場所になるんだって。地震が起きていない普段はこの施設で災害時の対策を無料で学べるんです。ここはですね、普段は一般の方に防災体験をしていただく施設になっています。72時間って書いてますけど、72時間ってなんか大事なんですか？そうですね、72時間というのは人間の生存率が急激に低下する時間なんですね。でそれはなぜかというと、その間はですね、例えば人命救助、例えば建物に潰されてしまった人とかねいると思うんですけど、そういった人たちを救援するためにですね、いろんな政府とか、消防警察がみんな動くんですね。なので72時間というのは逆に元気で生き残った人たちはその間は自分であまり支援が来ない可能性がありますので、生き延びていかなくちゃいけないんですね。72時間をどうやって生き延びるか。ここでは各言語に対応したタブレットを使って学んでいくんだって。例えばこんな問題。ちなみにエレベーターの問題が一番難しいです。そうです。建物の中から逃げる時の目印、そして正しい方はどっち？エレベーターの中に地震があったらどうする？これはさすがにわかりますよ。こっちですね。みんなと全部正解。それでは早速防災体験スタート。今は12月の午後6時、寒い冬の夜だと思ってください。風は強く吹いていて外は寒いです。そして皆さんは今駅ビルの10階にいると思ってください。10階です。楽しかったね、映画。映画面白かったね。帰ろっか。帰ろう。時間だし。外寒いしな。一回遅。ようこそ電車デパートにお越しくださいました。このエレベーターは1階まで参ります。よかった。よかった。あ、すごい動いてるなんか。なんかちょっと待って、私多分漏らしちゃうわマジで。ちょっと待って。ただいま大きな地震がありました。今後余震の危険があります。状況が確認でき次第随時ご連絡します。ちょっと全部注意して行動してください。全部のボタンを押そう。じゃあこれだよ。あ、開いたぞ。いいのか？暗いよ。非常口をたどって外へ急いで。こっちだ。余震の危険があります。さっきの地図だとこっちだ。ちょっと待って、足元気をつけてね。あ、出口だ。外に出るとそこにはすでに崩壊してしまった東京の街が。電柱は倒れ、物干し竿や室外機は今にも落ちそう。なんとしても72時間生き残らなきゃ。タ
ブレットにはみんな違う質問がランダムに表示されるので、それを解きながら進みます。緊急避難場所のマークとして正しいものはどっち？緊急避難？緊急避難？あ、ここに書いてある。避難場所だ。ってことはこっちだ。さらに地面の液状化を伝えるこんな場所も。吹き出てきた。吹き出てきてるよ。怖い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 。駅では災害時の中の飲み物をタダで出してくる自動販売機がある。え、見たことない。見たことない。え、あるんだ。見たことなかった。自動販売機、もし災害になったら皆さん無料で出てくるんですって。行きましょう。これは対策してる方の家。そうです。でこれぐらいなの。であれが対策してなくてなの。え、じゃあ前だけこっちだ絶対。やばー。自分の家こうなっちゃうってこと。こうなっちゃう。あ、でも見て、そこに書いてる中央公園に行ってます父って。これは本当やっちゃいけないんです。やっちゃいけないんですか？そうすると泥棒が来ちゃうんです。この部屋、このうちは留守だと思ってしまうので、やるんであれば家族にしかわからない暗号で書くとか、どうしても貼るんならドアの内側に貼ると、みんな鍵持ってるでしょ。鍵があるから内側であれば誰もわからない。あそこに貼ってしまうと泥棒さんいらっしゃい。ようやく崩壊した街を逃れ避難所に到着した3人。ここでは起震機という装置で地震の揺れを体験することが可能。まずは震度1から。こんなに、はい、もしかしたら気がつきにくい揺れでもあります。やばい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 。ちょっと待って、これ何なの？これ 5？ これで 5？ これ 5？ ちょっと待って、もうこれ無理だわ。これさ、これはやばいな。こんなに動くの？はい。他にも震災の被害映像などを見てその対策を学んだ3人。すっごいびっくりした。なんかちょっと鳥肌が立つような感じだよね。なんか思ったことある？そこに行ってちょっと実際もしなった時に不安、ずっと不安を感じた。いざそうなったらもっと何十倍も怖いんだろうし、やっぱりこういうことをなんて言うんだろう、何も知らないより知ってた方がやっぱりこうその時にいろんな対策ができるなとか思ったから、なんか勉強しとくって大事なんだなって。あとは外国人はここに、だんだんに増えてるんだけど、結構この前の台風の時にメッセージが来てどうすればいいですか、やっぱり知らないですね。外国人本当地震とか台風の経験が少なすぎて、日本で何がすればいいですか、どうやって勉強すればいいですかわからないから、これは無料だし英語、中国と韓国語にも書いてあるから、ぜひ参加してほしい。自分のためじゃなくて他の人のためもですね。そうですね、今すごくいいことが言われたと思うんですが、それが共助と言われる、自分だけじゃなくていろんな人と一緒に助け合うということだと思いますので、
外国の方非常に増えてますので、日本で災害に遭った時にどう対応すればいいか、それを本当ぜひ学んでいただきたいと思いますね。そんなね、今日上がりすぎず、勉強したことをやっぱり事前に準備しとくっていうのが今日大事だなってめっちゃ感じた。いや本当その通りですね、事前に準備が大事だと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで今回の法則は、突然やってくる災害に備えて物も知識も準備は万全にってことだね。